ただいまから国会議事堂をご案内いたします。この議事堂は正面から見て中央棟を中心に左側が衆議院、右側が参議院となっています。中央部分には中央玄関、中央広間、大臣室、天皇陛下のお休みになられる御休所、皇族室などがあります。それでは国会議事堂がいつどのようにしてできたのかについてご説明いたします。この議事堂は1920年大正9年1月に工事を開始し、約17年かけて1936年昭和11年11月に完成しました。建築費用は約2570万円。サラリーマンの平均月収が40円前後だった当時、それだけの巨額を費やして全国からえりすぐりの材料を集め、当時の最高の技術で作られました。建築にあたり、工事には延べ約254万人が携わりました。建物の材料として使った石は、そのどれもが国産のもので、主には大理石、花崗岩ですが、その他にも全国から厳選した40種類以上の石材が集められました。その中には、現在では掘り尽くされて入手困難な貴重な石材もあるため、国会議事堂は石の博物館と呼ばれることがあるのと同時に、二度と作り得ない建造物とも言われています。建物の面積は1万3356平方メートルあります。建物の長さは約206メートルで、奥行きは約89メートル、中央棟の高さは約65メートルあり、建築当時日本一の高さでした。また、国会には中庭にも池があります。この池には平成24年に寄贈された鯉が泳いでいます。この池で特にご覧いただきたいのは、噴水口の獅子の彫刻です。獅子の顔は全部で18個ついておりますが、よく見ると一つ一つ表情が違っています。これは国民の民意を表していると言われています。設備面でも当時の最先端のものが設けられました。議事堂内は毎日清掃されていますが、これには真空除塵設備というものが使用されています。廊下の幅木には合計84個の吸引口が設置されており、そこにホースをつないで廊下を清掃しています。廊下の壁の下方に設置されている透かし彫りの枠は空調設備に使われています。それでは本会議場の説明をいたします。傍聴席から見ますと狭い感じがするかもしれませんが、広さは約744平方メートルで、畳で言いますと450畳敷いた広さがあります。建築当時、マイクなどがなかったため、設計では議員の発言が通るように工夫されたそうです。天井には
ステンドグラスが貼られていますが、この材料にはイギリス製のものを使っております。ほとんどが当時の国産品を使用して作られた国会議事堂の中で、外国製のものはこの他にはアメリカ製の各部屋の鍵と廊下にあるポストのみとなっております。この天井のステンドグラスには割れにくいように、そして万が一割れても下に飛び散らないようにアクリル板と金網が取り付けられています。またステンドグラスの裏側には110ワットの蛍光灯が556本あり、会議が深夜に及んでも関東地方の午前10時ごろの太陽光線の照度を保てるように設備されています。中央のひときわ大きな椅子のあるところが議長席で、その左隣が事務総長席です。この議長席を中心に左右に2列になった席がありますが、前列は大臣席および副大臣席で、後列は事務局の席となっております。大臣席のうち歴代の総理大臣は左側の一番右端で、その他の大臣はその時の内閣によって席が決まります。議長席の前にマイクのあるところが演壇といって発言をするところです。次に議席について説明いたします。議場内の議席部分には衆議院議員のほか、定められたわずかな人が議員への連絡のために出入りする以外は入れないことになっています。議席の机と椅子は桜の木でできており、椅子の下には防災頭巾が設置されております。議員の席に指名票といって議員の名前を書いた名札が倒してありますが、その名札は議員が出席したとき自分で立てるものです。この指名票は漆塗りのヒノキの木柱で一本一本職人によって手作りされており、戦後の第2回国会以来ずっと同じものを使用し続けております。議員の入れ替わりがあるたびに書道家が数人で手分けをして新たに当選議員の名前を書くという作業が行われます。この議席の机、椅子、指名票は国会議事堂の正面前方にある憲政記念館に同じものが展示されており、間近でご覧いただくことができます。次に傍聴席について説明いたします。傍聴席には参議院議員席、公務員席、公衆席、外交官席があります。座ってみるとやや狭い感じがします。これは建築当時の日本人男性の平均身長162センチ前後に合わせられて作られているからで、平均身長が170センチ前後となった現在では少し狭く感じてしまうようです。議場の正面の高いところに楕円形に張り出しているバルコニー席が天皇皇后両陛下の傍聴される御座所となっております。左右両脇に丸く張り出した席がありますが、これは貴賓席といいまして、左側は皇族の方が傍聴されるときに使用され、右側は国が招いた外国人のお客様が傍聴されるときに使われます。傍聴席前に張り出したカメラの台などが備え付けてある細長い席は記者席で、111の席があります。テレビや新聞などで見る映像や写真はここで撮影されたものです。
衆参両院の本会議場にはさまざまな彫刻が見られます。記者席のバルコニーには死、農、耕、商を表現した彫刻が施されています。死には盾と剣、農は豊作を表す稲穂、耕は生産を表すハンマー、商は商業の神を表すマーキュリーが施されていますが、これにはすべてのものがここに集まって議論を尽くして国の政策を決めるという意味が込められています。御座所のバルコニーには桐、鳳凰の彫刻が施されております。天皇陛下を象徴する鳥ということから鳳凰の彫刻となったそうです。中国の伝説で鳳凰が現れるときは良き指導者が現れ、政治が安定し、嵐や川の氾濫も起きないと言われています。また、鳳凰はこの御座所のほかには、中央玄関の車寄せ上部と、御給所外壁の柱の上部の2箇所に彫刻されております。この2箇所を直線で結ぶと、ちょうど東西を示し、国会議事堂の主軸となり、天皇陛下がこの主軸に沿って中央玄関から御給所にお入りになるように設計されたとも言われています。桐はこの鳳凰が桐の木にのみ巣を作ると言われていることから、鳳凰と一緒に描かれることが多いそうです。それでは御給所について説明いたします。天皇陛下が開会式の日に議事堂にお着きになると、こちらにお入りになられます。この御給所を含む中央部分には、国会議事堂の総工費の約1割が費やされており、当時の最高品質の素材を使い、日本の伝統工芸と建築技術の粋を集めて作られたと言われています。室内は総ヒノキ造りの本漆塗りとなっております。ヒノキはかの日本書紀にも宮殿を作るのに適した木材と記されており、そのヒノキにさらに漆を塗ることによって美しさもさることながら強靭さも加えられております。中央には手織りの厚い絹の緞通が敷いてあります。朱色を基調として鳳凰、唐獅子、唐草などを組み合わせた奈良平安時代の仏教美術の装飾文様をデザインしたものとなっており、金糸の刺繍に豪華な大理石、多量の金などが使用され、豪華絢爛な作りになっています。特に入り口は徳島県産のホトトギスという種類の1枚の大きな大理石をくり抜いて作られており、上部には中央に盾、両脇に唐草模様、花瓶が彫刻されております。入り口の扉の内側は螺鈿を散りばめた高蒔絵漆塗りになっています。天井は漆塗りの折り上げ格天井となっており、安土桃山時代の様式で、お寺の仏堂や本尊の上部、書院造りの上段の間など、格式の高い部分に用いられるものです。
また、御給所の窓からは、現在は見えませんが、建設当時、富士山が見えたそうです。床は数種類の銘木を集めた寄せ木張りの上に、生漆を幾度もすり込んで仕上げたもので、そのため水を垂らしても濡れたり染み込むことがありません。国会議事堂の一番高い塔の真下にあるのが中央広間です。天井までの高さは 32.6 メートルあり、2階から6階までの吹き抜けとなっています。奈良法隆寺の五重塔がすっぽりと入る大きさです。中央広間四隅の絵画は日本の四季が描かれており、春は吉野の桜、夏は十和田湖、秋は奥日光、冬は日本アルプスがモデルとなっていますが、いずれも写生ではなく作者のイメージで描かれたということです。広間の柱や壁は沖縄県産のサンゴ石灰石で作られています。石の表面に無数の穴が開いていますが、サンゴの化石によってできたものです。中には巻貝などの化石も見ることができます。中央玄関の扉はブロンズ製です。当時、外国製のブロンズ扉が多い中、この扉の製作は東京にある美術学校に委託されました。委託された学校は持っている技術にさらに研究を重ねてこの扉を完成させたそうです。この扉は別名開かずの扉と呼ばれており、限られた時にしか開くことがありません。この扉が開く時のまず一つ目は、天皇陛下が国会議事堂にお見えになるとき。二つ目は、国賓が国会で演説をされるとき。三つ目は、衆議院総選挙や参議院通常選挙後、当選した議員の初登院のとき。そして四つ目は、国会の記念行事などで国会議事堂が一般公開されるときです。一般公開の際には、ぜひ足をお運びになって、実際にこの開かずの扉から議事堂に入ってみてください。次に、床の美しいモザイクですが、これは14色の天然の大理石を約100万個はめ込み描かれたものです。星型模様を中心に唐草文様を表し、唐草で境目をつけたものと言われています。このモザイクを隠すように敷かれている赤絨毯は、国会議事堂全体で約4600メートル敷かれています。ところどころにシミのようなものが見えますが、汚れではありません。雲現象と呼ばれるもので、一度も足を踏み入れたことがない場所でも発生し、一度現れると消えることがありません。原因は不明で、現在も予防方法を含め研究の対象となっているそうです。また、中央広間四隅には、北西に伊藤博文、南西に大隈重信、南東に板垣退助と、議会政治の基礎を築くにあたり、大きな功績を残した3人の銅像が設置されていますが、北東には台座のみ、空のままで置かれています。この空座については諸説あり、政治は未完成であることの象徴であったり、
後世の政治家の目標となるために、などと言われています。あまり知られていないのですが、この空座が埋まる時があります。それは国会の開会式の日です。国会の開会式の日には、この空いている台座に大きな松の盆栽が置かれます。これには、ここに立つ政治家を待つという意味があるのではないかとも言われています。いかがでしたでしょうか。私たちの説明を聞いて少しでも国会に興味を持っていただけたら幸いです。これで国会議事堂の案内を終わります。